皆さんこんにちは。イラストレーターのミミです。今回はリアルより厚塗りイラストのすすめ顔編の第5弾として、ほぼブラシ1本で簡単にできる紙の塗り方について解説します。それでは早速スタート。まずはざっくりと形をとっていきます。これはいつもラフで使っているブラシなど何でも大丈夫です。ポイントはどこから髪が生え始めているか意識すること。前髪と後ろ髪、手前に来る髪でブロック分けを意識することです。できたらベースを作るために範囲選択機能でベタ塗りします。フリーハンドと塗りつぶしを選択した状態で髪の範囲を囲うとベタ塗りできます。ベタ塗りができたらパキパキしてしまっている輪郭や前髪の隙間をなじませていきます。ここから私の厚塗りブラシセットに入っているまつげペンが大活躍します。髪の塗りはこの1本で完結するので、同じように描いてみたい方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。名前の通りまつげも簡単に描けて、毛束系のものは大抵いい感じに描ける超万能ブラシです。隙間や境目を毛束っぽくなじませられたら、今度は消しゴムにこのまつげペンを割り当てて、前髪を切り揃えたり、毛と毛の隙間をバランスよくすいたりして、髪の軽さや柔らかさを出していきます。こんな感じで全体が髪のシルエットっぽく落ち着いたら、最初に描いた形取りの線は余分なところを削ってベースレイヤーと結合しちゃいます。これでベースは完成。次は影色を描写していきます。新規レイヤーを作り、ベースにクリッピング。ブレンドモードは上山に設定します。選択している色はベースカラーと同じままで大丈夫です。そのまま髪の影部分や暗さがたまるところを塗っていきましょう。光の方向からツヤリングの形を意識してそこを残しながら塗っていくイメージです。影側が描けたらベースレイヤーに結合。今度は光側を描いていきます。同じように新規レイヤーを作り、ベースレイヤーにクリッピング。ブレンドモードは追加に設定します。そしたら先ほど意識して残しておいたツヤリングの部分をシュシュシュッと塗っていきましょう。髪が内巻きになる直前も光が当たるので塗ります。ブラシサイズを小さくしてもう一層光を入れると、こんな感じでお人形さんみたいにツヤツヤの髪になります。できたらベースレイヤーと結合。また新しくレイヤーを作って、描き足したい部分の色をその都度スポイトしながら、お好みで書き込みを増やします。最後の仕上げに透明感を出す作業をします。これはやってもやらなくてもどちらでも大丈夫。クリッピングした通常レイヤーに広めに塗れるお好みのブラシを使って暗めの肌色を溶かしていきます。塗る場所は毛先や顔周り。これをガウス機能でぼかして透明度を好きな見た目になるように調節したら、これで髪の塗り完成です。これで全5回のイラスト講座シリーズ、リアルより厚塗りイラストのすすめ顔編が完結しました。すべて見てくださった皆さんありがとうございます。まだ全部見れてないよという方や復習したいなという方は、再生リストやコースからまとめて見ることができますので、ぜひ何度も見てご自身のイラスト制作に活かしていただけたらと思います。こんな描き方講座作ってほしいなどリクエストがあれば今後も作っていきたいなと思いますので、気軽にコメントいただけたら嬉しいです。高評価やハイプ、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。